今日はあったかスフレチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はあったかスフレチーズケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、寒い時期にぴったりなあったかスイーツレシピをご紹介していきます。今回はですね、カップにスフレチーズケーキを作って、そしてスプーンですくって食べるタイプのチーズケーキを作っていきます。あったかスフレということで、出来たての状態でふわっと食べる美味しいスフレです。生地の作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、生クリーム、卵、グラニュー糖、薄力粉、レモン汁、冷凍のミックスベリー。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、生クリームなんですが、今回使用するのは動物性の乳脂肪分が 35% の生クリームです。こちらの生クリームはお好みのものを使用してください。そして糖類はグラニュー糖を使っていきます。こちらはですね、お好みの糖類を使ってください。ただですね、ラカン糖を使うと膨らみが悪くなるので、お砂糖またはグラニュー糖どちらかで作っていただくのが一番いいかなと思います。そして今回はですね、スフレの下に冷凍のミックスベリーを入れていきたいと思います。このね、ミックスベリーはですね、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、ストロベリー、こちらの4種類が入ったものになります。こちらはですね、お好みの冷凍フルーツを使ってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにこちらの冷凍ミックスベリーを電子レンジで加熱して解凍させます。もちろんね、自然解凍していただいても OK です。それではここにふんわりラップをします。こちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。このように解凍されれば OK です。もしまだね、ちょっと硬い場合はもう少し加熱してみてください。そうしましたらこちらを軽く潰していきます。本当にね、ちょっと気持ち潰すぐらいで OK です。全体をね、混ぜます。はい、このように潰してください。それでは使う容器の中にこちらのフルーツを入れていきます。だいたい指1本ぐらいのね、量を入れてみてください。それでは残りも同じように入れていきます。それでは生地を作っていきます。まずですね、卵を白身と黄身に分けていきます。白身に関しましては泡立てるので少し大きめのボウルに入れてください。それでは分けます。こちらに卵黄を入れます。はい、このように卵を分けてください。こちらのね、卵白は使うまで冷蔵庫に置いておきましょう。そうするとね、泡立つのが早くなります。それでは続いてクリームチーズを練っていきます。クリームチーズは冷蔵庫からすぐ出した状態で少し硬いので、こちらを電子レンジで加熱して柔らかくしていきます。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらですね、ゴムベラでクリームチーズが柔らかくなるまで練っていきます。この時まだちょっと硬い場合はプラス10秒ほど加熱してみてください。はい、OK です。このようにね、柔らかいクリーム状になるまでしっかりと練り混ぜてください。そうしましたら続いてこちらにグラニュー糖を1/3分の1加えます。大体で OK です。このぐらい加えてください。そしてよく混ぜましょう。はい、である程度混ぜたら今度は泡立て器に持ち替えてすり混ぜながら混ぜていきます。はい、このようにきちんと混ぜてください。そうしましたら続いてこちらに卵黄を加えていきます。まず1つ加えてください。そしてよく混ぜましょう。そしてよく混ざったらもう一つ加えます。そして混ぜます。材料はですね、加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地のムラがなくなって馴染みも良くなります。はい、混ざりました。それでは続いてこちらに生クリームを加えてください。一度に入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。はい、続いてよく混ざったら薄力粉をふるって加えます。そして加えたらよく混ぜましょう。はい、OK です。
そうしましたらこちらの生地はですね、一度こしていきます。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。それでは生地をこします。できるだけね、網目の細かいものでこしてみてください。はい、 OK です。このようにね、一度こしていただくだけでとても滑らかな生地になります。チーズ生地はこれで OK です。それでは続いて冷蔵庫で冷やしておいた卵白を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを160度に予熱し始めてください。それではですね、まだ卵白に何も入れていない状態でハンドミキサーの高速で15秒から20秒ほど泡立てていきます。はい、 OK です。このぐらいですね、粗めの泡が立つまで一度混ぜてください。そうしましたら残りのグラニュー糖を全て加えます。そしてハンドミキサーの高速で1分泡立てます。はい、 OK です。今1分泡立てました。目安としてはこのように角がね、立ってすぐ折れるぐらいですね。このぐらい柔らかい角が立つまで泡立ててください。そしたらですね、最後こちらレモン汁を加えます。このレモン汁はですね、卵白の泡を安定させる効果があります。なのでね、チーズ生地の方ではなくて卵白の方に加えてください。ではこちらを入れます。そしてレモン汁を入れたらまた高速で15秒ほど泡立てます。はい、 OK です。先ほどよりもね、少し固めの角が立つぐらいになります。そうしましたら最後はですね、低速で30秒泡立てます。そうすることできめの細かい泡になってとても滑らかなスフレに仕上がります。はい、 OK です。30秒泡立てました。最後ね、低速で仕上げていただくとこのようにツヤも出てとてもきめの細かいメレンゲに仕上がります。それではこちらの2つの生地を合わせていきます。まずはじめにですね、こちらのチーズ生地の方にメレンゲを1すくい入れます。そしてこちらをですね、泡立て器でしっかりめに混ぜていきます。2つの生地をなじませるイメージです。はい、このように混ぜてください。そしたらもう一すくい入れます。そして今度はですね、泡立て器でふわっと混ぜていきます。この時ね、ボウルを回しながら混ぜると混ぜやすいと思います。はい、ふわっと混ざりました。そしたらですね、こちらメレンゲのボウルの方に今度は生地を入れ替えていきます。こうしていただくと混ぜムラがなくなります。3回目はですね、ゴムベラを使ってふわっと混ぜていきます。メレンゲのね、塊ができないようにふわっと混ぜてください。あんまり混ぜすぎるとね、今度はふわっとね、膨らまなくなるので混ぜすぎには注意しましょう。はい、 OK です。このように生地がタラタラタラーっとつながって流れ落ちるぐらいですね。このぐらいの生地の硬さになります。それではですね、出来上がった生地をこちらの絞り袋に入れていきます。そうすると容器に入れやすくなります。こういったものがない場合はスプーンで入れていただいても OK です。高さのあるようなコップなどに入れ込みます。このようにセットしてください。そして生地を流し入れます。はい、このように入れてください。そしたらこちらの絞り袋の口を切ります。そしてこちらの容器の中に絞っていきます。だいたいね、8分目ぐらいまで絞ります。そしてちょっとね、トントンさせます。はい、 OK です。それでは残りも同じように入れていきます。はい、このように生地を入れました。今回は 150ml の耐熱カップ4個分と 200ml の耐熱カップ2個分になります。こちらは目安にしてみてください。それではですね、今回は湯煎焼きしていくのでこちらのバットを用意してください。このようなバットがない場合は耐熱のココットなどにお湯を入れて、そしてこちらのね、カップスフレと一緒に焼いてください。その場合はだいたいココット2つ分ぐらい用意していただくといいかなと思います。そうしましたらこの容器の上にキッチンペーパーをね、3枚ぐらい敷いてください。そして容器を入れます。そしてここにだいたい80度ぐらいのお湯を注ぎ入れます。そこからだいたい2センチぐらいですね、そのぐらい注ぎ入れてください。はい、このようにしてください。それではこちらを160度に予熱したオーブンで20分から25分焼いていきます。
はい、焼き上がりました。こんな感じでね、ふっくらと焼き上がってます。そしたらね、こちら取り出します。熱いのでね、気をつけてください。今回はね、25分焼きました。この焼き時間に関してなんですけれども、ご使用のオーブンによって適正な焼き時間や温度が変わる場合があります。なのでそちらはね、様子を見ながら調整してください。はい、これであったかスフレチーズケーキの完成です。スフレはですね、このようにふわふわに仕上がりました。時間が経つと膨らんだ部分が少し落ち着いてきます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。もうふわふわですね。それではフルーツ部分と一緒にいただきます。美味しい。生地がすっごくふわふわしっとりです。出来たてだとちょっとシュワッとした感じになりますね。そしてこのね、下のベリーがすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のあったかスフレチーズケーキのポイントです。まず今回はですね、カップの一番下に冷凍のミックスベリーを入れました。こちらはですね、お好みの冷凍フルーツを入れてみてください。そしてこの冷凍フルーツなんですが、今回はレンジで加熱して解凍しました。こちらの解凍はですね、自然解凍していただいても OK です。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時はまずはじめに卵を白身と黄身に分けてください。そして卵白に関しましては、冷やしておくと泡立ちが良くなるので、使うまでは冷蔵庫にしまっておきましょう。そしてチーズ生地を作る時なんですけれども、クリームチーズに関しましては、冷蔵庫からすぐ出した場合はすごく硬くて混ぜにくいので、軽くレンジで加熱してください。その後はですね、材料を加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そしてチーズ生地が作り終わったら最後にこしてみてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。この工程はマストではないんですけれども、より美味しく仕上げたい場合は一度こしてみてください。そしてメレンゲを作る時のポイントです。まずはじめに何も入れない状態で泡立ててください。そしてその後ですね、グラニュー糖を加えて柔らかい角が立つまで泡立ててください。そして柔らかい角が立った後にレモン汁を加えます。このレモン汁はですね、卵白の泡を安定させる効果がありますので、必ず卵白の方に加えてください。このレモン汁なんですが、泡立つ前にね、入れてしまうとちょっと泡立ちにくくなるので、ある程度泡立ててから加えてみてください。そして最後はですね、低速で仕上げてください。低速で仕上げていただくことで、きめの細かい泡になってさらにツヤも出てきます。そしてチーズ生地とメレンゲを混ぜる時のポイントです。まず1回目はですね、チーズ生地の方にメレンゲを1すくい入れてください。そしてその後はですね、しっかりめに混ぜ合わせましょう。そして2回目は泡立て器でふわっと混ぜて、最後はですね、メレンゲの方に生地を移し替えて、そしてゴムベラを使ってふわっと混ぜてください。この時にメレンゲの塊ができないように混ぜてください。混ぜすぎるとですね、今度は泡が潰れて膨らみにくくなってしまいますので、混ぜすぎには注意していただけたらと思います。そして今回は 150ml のカップ4個と、あとは 200ml のカップ2個分になりました。こちらの量に関しましては参考にしていただけたらと思います。そして焼く時なんですが、今回は湯煎焼きしてます。湯煎焼きしていただくことでとてもね、しっとりふわふわな仕上がりになります。そして焼き時間と温度に関してなんですけれども、こちらはですね、オーブンの種類によって適正な焼き時間、そして適正温度が変わる場合があります。なので様子を見ながら調整していただけたらと思います。最初はね、ぶわっと膨らむかもしれないんですが、焼き終わって時間が経つとちょっとね、そのぶわっと盛り上がったものも落ち着いてくるので、様子を見ながらそちらは調整してみてください。どうしても溢れるぐらい盛り上がってしまった時は、途中でね、扉を開けながら焼いてみてください。今回はね、あったかスフレということで、ぜひね、出来たてを召し上がっていただけたらと思います。もちろん粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やして食べても美味しいので、両方食べ比べしていただくのもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はあったかスフレチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。